こんにちは、あやはれです。今年も毎年恒例2024年に紹介したダイエットレシピの中から反響が大きかったレシピ10選を紹介します。最初に紹介するのは今年最も再生された動画、お気に入り冷凍弁当トップ5の中から反響の大きかった親子丼弁当を紹介します。レシピはすべて概要欄に記載しているので作るときに活用してください。今年も1年間リピート買いし続けたローカット玄米。玄米独特の硬さや匂いもなく、初めて玄米に挑戦する人には本当におすすめできる商品です。冷凍して加熱した時に水分が飛ぶことを想定して2合の玄米ご飯に 2.5 合分の水を入れて柔らかめに炊きます。炊き上がりが 700g なので1食あたり約 140g。冷凍弁当を作るときは粗熱を取ってから冷凍庫に入れるので、炊き上がり次第お弁当箱に詰めておきます。今年買ってよかったものの一つでもある無印のバルブ付き密閉保存容器の中サイズ。ガラスのように透明度が高く中身が見やすい。しっかり密閉できるので冷凍庫に雑に入れても安心です。玉ねぎは薄くスライス。鶏胸肉は一口サイズにカット。繊維を断つようにカットすることで柔らかく仕上がります。1食 150g あたり片栗粉小さじ1を薄くまぶす。片栗粉は表面をコーティングして肉汁を閉じ込めて柔らかくする効果と、調味料の吸収を良くして味が染み込みやすくなる効果があります。フライパンに水 100ml、 醤油大さじ1、みりん大さじ1、てんさい糖小さじ1、顆粒和風だし小さじ1/2、玉ねぎ1/4個分、鶏胸肉 150g。 蓋をして中火で5分煮ます。溶き卵を流し入れる。そのまま食べるなら半熟がいいけど、今回はお弁当に詰めるのでしっかり加熱します。今回私は粗熱を取るのを忘れて詰めてしまったのですが、結露してしまうと食感が変わったり衛生的にも良くないので、しっかり粗熱を取ってから詰めてください。一緒に紹介した副菜も好評だったので簡単に紹介します。ほうれん草のごま和え。まずは電気ケトルでたっぷりお湯を沸かします。鍋で水から沸騰させるより電気ケトルの方が早いので、茹でたり煮たりするときはケトルを活用します。ほうれん草を2袋分用意。根元はバサッと切ってしまってもいいですが、甘みがあって美味しい部分でもあるので、汚れが強いところはカット。汚れが落ちやすいように十字に切り込みを入れます。沸騰したお湯をフライパンに注ぐ。沸騰したら根元を1分。刃が浸かったらそこからさらに1分茹でる。ざるにあげて氷水にさらして2分待ちます。しっかり水気を切ったら4センチ幅にカット。マヨネーズ大さじ1、白すりごま大さじ1、醤油小さじ1、よく混ぜ合わせたら完成。次に人参の和風和えを作ります。耐熱容器を用意。人参を千切りします。この皮むきピーラー人参は包丁が苦手な私が楽に千切りするためにやり出したことなのですが、祖父母が薄くて噛み切りやすいから食べやすいとたくさん食べてくれた。普段小食だったり好みをあまり口にしない祖父母なので嬉しかったですとコメントをくださって、もうとても幸せな気持ちになりました。ラップをしてレンジ600ワット2分加熱。
軽く水気を切ります。顆粒和風だし小さじ1、醤油小さじ1、ごま油小さじ1/2、よく混ぜ合わせたら完成です。粗熱が取れたらしっかり蓋をして冷凍。他のお弁当レシピも自信作ばかりなので、概要欄に記載した元動画の方もチェックしてみてください。次に紹介するのは個人的に今年一番美味しかった夕食レシピ、鶏胸とじゃがいもの揚げ焼きを紹介します。じゃがいもを茹でるために電気ケトルで先にお湯を沸かしておきます。皮を剥いて芽を取ったら2センチ角にカット。フライパンに熱湯を注ぎます。沸騰したらじゃがいもを入れて2分茹でる。鶏胸肉は1/2枚分だけ使うので、まずは半分に切り分けます。鶏胸肉も2センチ角にカット。酒大さじ1、塩コショウ少々、よくなじませます。じゃがいもを追加。片栗粉大さじ1、あればパセリ小さじ1/2とガーリックパウダー、これも小さじ1/2程度入れます。この2つがあればソースなしでもそのまま美味しく食べられます。フライパンに油を1センチ程度引いて揚げ焼きにします。形を整えたら触らず焼き色がつくまで待つ。焼き色がついたらそっとひっくり返す。付け合わせのチンゲン菜1/2株分使います。両面焼き色がついたら完成。チンゲン菜はフライパンに押し付けながら焼きます。ソースはおすすめが2種類あって、マヨネーズ大さじ1、レモン果汁小さじ1、蜂蜜小さじ1、レモンマヨソースの完成。あとはオーロラソースならマヨネーズ大さじ1、ケチャップ大さじ1、味噌汁を添えます。冷凍しておいた自家製のインスタント味噌汁1食分を取って器に入れる。熱湯 180ml 注いだら完成。作り方はすっごく簡単で、味噌と好きな乾燥具材を用意します。冷凍できる保存容器を用意したら、味噌を 180g、鰹節 5g、切り干し大根 50g、味噌と食材をよく混ぜ合わせる。よく混ざったら味噌を平らにしておきます。あとは好きな具材を乗せていくだけ。詳しく見たい方は元動画の方でチェックしてみてください。時間がある時にぜひ作り置きしてみてください。次は昨年に引き続き人気の高いせいろレシピ。時間に余裕がある時にまとめて下準備して、食べる時はせいろに乗せて蒸すだけ。今回はその中で紹介した肉巻き香味だれをピックアップして紹介します。
肉巻きを作ります。小房に分けたぶなしめじと豚こま、クッキングシートを用意します。クッキングシートのいいところは肉汁を逃さないこと。せいろも汚れないのでお手入れも楽です。豚こまを広げてぶなしめじを巻いていく。きのこ類なら何でも美味しいですが、えのきだけが一番巻くのが楽でおすすめです。完成。この時は3食分まとめて作ったので、1食分ずつ分けてキャンディー包みして肉汁を封じ込める。作った日に食べる場合はそのまませいろへ。冷凍保存する場合は2週間以内に食べてください。あとは野菜のカット冷蔵もしくは冷凍しておくと、せいろにポンポンと乗せるだけで夕食が完成するのでおすすめです。コメントでは仕事帰りに見切り品の野菜を買って乗せて食べてると言っている方もいて、すごく賢いなと思いました。私がやってるカット野菜の冷凍保存方法は元動画で詳しく紹介しているので、そちらでチェックしてください。すべての準備ができたらせいろで蒸します。もう1年半ぐらい使い続けている竹せいろ。私は2段で21センチのものを使っています。アルミ製の蒸し板も個人的に必須。せいろが安定して乗るし、フライパンでも鍋でも乗せられるのがとってもいいです。まずは水をたっぷり沸かします。せいろが焦げないように裏側を濡らしてから蒸し布を敷く。クッキングシートでも代用可能です。火の通りに時間がかかる根菜は小さめに切る。そして重ねないのがポイント。肉巻きを乗せる。ブロッコリーは火の通りが早いので後で乗せます。下から来る蒸気の通り道を作るために布は内側に入れて蓋をする。今回は2段にして豆腐と卵も一緒に蒸しています。フライパンに熱湯を注いで沸騰させる。沸騰したら蒸し板を乗せてせいろを乗せる。湯気が立った状態がキープできる火加減、弱火から中火ぐらいで5分蒸す。5分経ったら蓋を取って肉巻きをひっくり返して横同士くっついている部分をほぐします。冷蔵の場合はその工程は不要なので、そのまま10分蒸したら OK。 このタイミングでブロッコリーを追加。蓋をして再度5分加熱。タレを作ります。刻みネギ大さじ2、ごま油大さじ1/2、醤油大さじ1/2、酢大さじ1/2、天菜と小さじ1/2、生姜チューブとニンニクチューブを各2センチ、よく混ぜ合わせます。火を止める前に肉巻きにしっかり火が通っているか確認。火が通ってない場合は追加で数分蒸してください。寒い冬のせいろは最高です。肉汁がしっかり下に溜まっています。タレをかけたら完成。豆腐に残ったネギダレを。10分蒸した卵は綺麗な固ゆで卵になりました。蒸し野菜はタレで食べたり塩を振ったり。蒸した野菜の甘みがたまらなくて、ネギダレと肉巻きの相性も抜群です。そして部屋は蒸気でポッカポカ。食べ終わったら蒸し布を取って濡れた布でさっと拭くだけ。汚れが強い時は軽く水で洗い流してしっかり水切りします。風通しのいい日陰で乾燥させる。水につけ置きしたりすると変形したりカビの原因になるので、つけ置きもしないようにしてください。次も同じくせいろを活用したレシピで好評だったせいろ一つで作る朝ごはんレシピ。和定食、洋定食、そば定食の3つを紹介した中で一番反響の大きかった洋定食を紹介します。まずはチーズの蒸しパンを作ります。オートミール 30g、
無調整豆乳 50ml、 卵1個、蜂蜜小さじ1、ベーキングパウダー 1.5g、 よく混ぜ合わせます。最後にとろけるチーズ 10g を追加。卵と一緒にせいろにのせます。電気ケトルで沸かしたお湯をフライパンに入れて沸騰させる。せいろをのせてまずは5分蒸します。この間に卵と人参のマヨマスタード和えを作ります。ピーラーで千切り人参を作る。調味料は最後に和えるのでクッキングシートに包んだら下準備完了。もう1枚クッキングシートを用意してブロッコリーとミニトマトのオリーブオイル和えを作ります。カット冷凍しておいたブロッコリーとミニトマトをのせて5分蒸す。卵の殻を剥いて卵を潰す。マヨネーズ小さじ 1.5、 粒マスタード小さじ1、胡椒少々、よく混ぜ合わせたら完成。蒸したブロッコリーとミニトマトにはオリーブオイル小さじ1/2、塩コショウ少々、軽く混ぜ合わせる。せいろのいいところはすべての料理が同時に完成するので全部がほっかほかの状態で楽しめます。ふっくらもちもちのオートミール蒸しパン、一見軽そうですがオートミールなので結構腹持ちします。この動画がこの家最後の動画となりました。当時は不満も多かったのですが、今思うとこの家はこの家ですごく良かったなと思っています。少し古い物件だったので快適に過ごすためには工夫が必要で苦労した部分も多かったのですが、それがあったからこそ愛着が湧いていたんだなと、映像に残していたおかげで振り返れるのは動画のいいところだなと思います。今年特に好評だったお弁当レシピ、個人的にも今年はお弁当を作る時間が一番楽しかったのでたくさんの人に見てもらえて嬉しかったです。作り置きではなく朝サクッと作るお弁当レシピから最も反響のあった海苔塩チキン弁当を紹介します。冷凍しておいた玄米ご飯を温める。この時はローカット玄米3合にもち麦1合を混ぜたご飯で炊いています。もち麦を加えると全体ふっくら仕上がります。最近はさらにここに大麦を入れるのが定番になっていてプチプチとした食感が出されてすごく気に入ってます。炊き方は来年の動画でぜひ紹介させてください。1食あたり 100g から 120g で小分けして冷凍保存しています。玄米ご飯は解凍加熱でき次第お弁当箱に詰めて粗熱を取る。わっぱ弁当は湿気を吸ってくれるのでご飯がべちゃべちゃにならず冷めても美味しいのがメリット。ただしレンジ加熱ができないのでレンジ加熱してから食べたい方は耐熱のお弁当箱を使うようにしてください。ちなみに先週新しいわっぱ弁当を購入したので早く皆さんにも紹介したいなと思っています。鶏胸肉を好きな大きさにカット。マヨネーズ小さじ1、にんにくチューブ小さじ1/3、約2センチ、塩コショウ少々、よくなじませます。片栗粉小さじ2、青のり小さじ2、軽く混ぜ合わせます。フライパンに薄く油をひいたら鶏胸肉を焼く。今までこういうレシピは油を多めにひいて揚げ焼きにしていたのですが、どうしても時間が経つとべちゃっとしてしまいます。出来たてすぐ食べるときは揚げ焼き、お弁当の時は少ない油で少し押し付けながら焼くと表面がカリッとしていい感じに仕上がります。両面焼き色がついたら完成。粗熱を取ります。
この時一緒に作った副菜2品もサクッと紹介します。アスパラガスは3センチ幅にカット。今年よく質問いただいたこのラップは蜜ろうラップといって洗って繰り返し使えるものです。卵を1つ用意。薄く油を引いたらアスパラガスを炒める。軽く焼き色がついたら卵を割り入れる。鶏ガラスープの素小さじ1/2、胡椒少々。全体混ぜ合わせたら完成です。粗熱を取ります。人参としめじのコンソメ和えを作ります。人参はピーラーか包丁で千切り。耐熱容器に入れる。しめじは石突きを落として小房に分ける。人参と一緒に保存容器へ。レンジ600ワットで2分加熱します。人参は加熱すると水分が出るので水気を切っておきます。オリーブオイル小さじ1、コンソメ小さじ 1.5、胡椒少々。よく混ぜ合わせます。おかずはこれで完成。粗熱が取れたらお弁当箱に詰めます。詰めるときは素手で触らない、水分を入れない。海苔塩チキンは冷めても美味しいのが嬉しい。水気が多いものはクッキングペーパーで水気を取りながら入れるとより安心です。最後に梅干しを添えて完成。最後に保冷剤を忘れずに。冷気は上から下に流れるので上に置くのが効果的です。次は大好評の冷凍弁当の中からチンジャオロースー弁当を紹介します。いつも通り玄米ご飯を炊いたら炊け次第お弁当箱に詰める。粗熱を取ります。豚こまを 120g 用意。細切りしたピーマンと千切りした人参。豚こまは炒める前に味付けします。酒小さじ2、醤油小さじ1、オイスターソース小さじ2。あとは生姜とニンニクチューブを小さじ1/2入れてください。豚肉を炒めます。豚肉に火が通ったらピーマンと人参を追加。解凍皿で粗熱を取ります。粗熱が取れたらお弁当箱に詰める。枝豆を入れた卵焼き。ご飯の上にチンジャオロースを乗せて、空いたスペースに副菜を添えたら完成。しっかり蓋を閉めて冷凍庫にしまいます。今年頑張った部分としては、同じ食材を使っていかに飽きないアレンジができるか。今年は体重をキープするプラス節約が目標だったため、同じ食材を上手に使い回す必要がありました。特別な調味料を使わず工夫するのは結構難しいのですが、そのおかげで新しいレシピがたくさん生まれたので良かったなと思っています。今年お正月明けに最初に作った超簡単弁当、3色そぼろ丼弁当を作ります。鶏胸ひき肉 450g を用意します。まずは調味料をフライパンに直接入れる。醤油大さじ3、みりん大さじ2、酒大さじ2、甜菜糖大さじ1、軽く混ぜ合わせる。鶏ひき肉を入れて調味料となじませてから中火で加熱します。
鶏胸ひき肉は脂質が少なく加熱するとパサつきやすいので、調味料を先になじませておくと味が染みやすくしっとり仕上がります。全体火が通ってある程度水分が飛んだら火を止めます。粗熱を取るため器に移して放置しておきます。フライパンをさっと洗ったら次は炒り卵を作ります。卵を5つ用意します。卵をすべてフライパンに割り入れる。マヨネーズ大さじ1。よくかき混ぜる。マヨネーズは完全に混ざらなくても OK。中火で加熱。フライパンが焦げやすい場合は油を先に引いてください。完成したら粗熱を取ります。さやいんげんを塩茹でします。さやいんげん 150g を用意。電気ケトルでお湯をたっぷり沸かしておきます。さやいんげんはさっと水洗いして塩を小さじ1/2振りかけて板ずりします。フライパンに熱湯を入れて中火にかける。沸騰したらさやいんげんを入れて1分半茹でます。火を止めて氷水に入れて冷ます。1センチ幅にカット。ご飯が炊けたら保存容器の底にご飯を詰める。玄米2合を炊いて炊き上がり 700g、1食あたり約 140g です。すべての食材の粗熱が取れるまで一旦片付けをします。粗熱が取れたらご飯におかずを乗せる。そぼろがたっぷりあるのでまずは下に仕込みます。盛り付けを一工夫。まずはキッチンペーパーで右半分を隠して左上に卵、下半分を隠して右上にさやいんげん、上半分を隠して右下に卵、最後に鶏そぼろ。4マスに分けてきれいに盛り付けたら完成。何度も動かすのが面倒だったら上半分を盛り付けてから下半分を盛り付けてもきれいに盛れます。冷凍保存して2週間以内に食べます。年始のやる気がない時にこの作り置きにはすごく救われたので、皆さんも年明けちょっと疲れたなという時はぜひこれだけ作り置きしてみてください。鶏胸肉を安くまとめ買いできた時によく作っている肉種をベースとしたアレンジレシピ。ハンバーグにしておいてミンチレシピに応用するのいいと嬉しいコメントをたくさんいただきました。基本の肉種の作り方と一番好評だったトマトのカレードリアを紹介します。フードプロセッサーがない方は鶏胸ではなく鶏ひき肉を用意してください。1kg 分の鶏胸肉をミンチします。皮はフードプロセッサーに入れると引っかかってしまうので一旦剥がします。皮を剥がすとカロリー 20% オフなので脂質制限している方は剥がす方がいいです。大きめのボウルに入れておく。えのきもみじん切りします。石突きを落として半分にカット。フードプロセッサーに入れてみじん切り。えのきは鶏胸に紛れ込ませたいのでできるだけ細かくします。最後に玉ねぎ、ざっくりカットしてみじん切り。玉ねぎは食感が残るようにみじん切りしすぎないようにするのがポイントです。皮は最後に小さくカット。卵1個、マヨネーズ大さじ1。マヨネーズを入れると冷凍してもパサつきにくい。ただしマヨネーズは脂質が高いので省いても OK です。塩コショウ少々。ひたすら練ります。保存容器を用意。クッキングシートをあらかじめ敷くことでそこにひっつかないようにします。一つあたり 200g で丸めます。
作り置き完成です。冷凍庫で保存。2週間以内に食べます。トマトのカレードリアを作ります。冷凍ハンバーグを1食分取り出します。水 100ml、 アルミホイルを乗せて包んだら蓋をして弱火で5分蒸す。ひっくり返して水分を飛ばしつつあと3分加熱します。トマトはくし切り。ブロッコリーは水を少量入れてレンジで蒸します。中火にしてざっくり崩しながら炒める。全体火が通ったら中濃ソース小さじ2、ケチャップで代用しても OK です。醤油小さじ2、カレー粉小さじ1、顆粒コンソメ小さじ1/2、トマトを追加。優しく混ぜ合わせます。トマトが温まったぐらいで火を止めます。トースター使用可能な耐熱皿に玄米ご飯 100g、 鶏ひき肉とトマト、とろけるチーズ 15g、 トースターで2分焼きます。乾燥パセリをかけて完成。トースターで焼いた時にトマトとチーズに軽く焦げ目がつくぐらいにすると最高に美味しいです。今年の夏本当に助けられた切ってつけるだけの作り置きからきゅうりとセロリの浅漬けを紹介します。葉は使わないので全て取っておきます。セロリの皮は軽く剥いておきます。皮を剥いていくと塩が馴染みやすく短時間で漬けられます。セロリは細長くカット。きゅうりも同じ大きさにカット。カット作業完了。保存袋に入れます。塩小さじ1/2、よくなじませます。しっかり空気を抜いて冷蔵庫で15分漬けたら完成。しっかり水気を切って浸かり具合を確認します。このレシピがさらに美味しくなるアレンジがあって、それがこのイカの燻製を混ぜること。少量でもいいので裂いて混ぜるとアクセントになってお箸が止まらなくなります。ぜひ作ってみてください。最後は秋野菜をたっぷり使った夕食レシピから根菜と豚しゃぶのサラダを紹介します。豚肉をレンジ解凍します。電気ケトルで水を沸騰させる。人参を千切りします。今年ついに過去手を切ったトラウマで使えなかったスライサーを再度購入しました。手が切れない手袋も同時に購入したおかげで無事トラウマを克服。お湯をフライパンに注ぐ。酒大さじ1。沸騰したら豚肉を茹でる。
豚こまは固まらないようにできるだけ広げながら入れます。全体火が通るまで数分茹でる。火が通ったらざるにあげます。レンコンは薄くスライス。水を入れてアク抜きします。ごぼうは千切り。根菜の水気をしっかり切ったら、フライパンにごま油を小さじ1、中火で炒めます。冷凍庫からしめじ 30g、 ボウルにドレッシングを作ります。ごま油小さじ1、白すりごま大さじ1、酢大さじ1、醤油小さじ1、お好みで蜂蜜小さじ1。甘めのドレッシングが好きな人は蜂蜜入りがおすすめ。辛いのが好きな人はラー油を数滴入れてみてください。私は前回作った時は蜂蜜なしのラー油多めの方が好きな味でした。ボウルに豚肉、炒めた根菜、ドレッシングと混ぜ合わせます。完成です。このままでも美味しいけど、冷蔵庫で30分ほど冷やしてみてください。大豆を追加します。合わせて作った里芋のスープも紹介します。炒めた根菜を適量、蒸した里芋を追加。里芋は事前にせいろで蒸しています。生の里芋を使う場合はレンジ600ワットで10分加熱してから皮を剥いた状態にしておいてください。水 400ml、 母からもらった茅野屋のだし1/2の1パック入れます。普通の顆粒和風だしだったら小さじ2程度入れてください。野菜不足を補う夕食レシピ、ぜひ作ってみてください。皆さん、2024年はどんな1年だったでしょうか。あやはれチャンネルでは今年21本の動画を公開、合計136品紹介させていただきました。特に好評だったのがお弁当レシピで、冷凍弁当も朝作るわっぱ弁当もお弁当のレシピが増えて嬉しいや、お弁当レシピをもっともっと知りたいですなど嬉しいコメントをたくさんいただきました。個人的にも今年はお弁当を作る時間が一番楽しかったので、自分が楽しいと思うことが誰かの役に立てるのはとても幸せなことだなと思いました。ちなみに今年ボツにした動画は合計5本でした。今エンディングで使っている映像もお蔵入りになる予定だったので、ここで使えて救われています。YouTube を始めた当初はもっとボツ動画が多くて、続けていればいつか無意味なこだわりとか容量の悪さとかを克服してたくさん動画を出せるようになるだろうと思っていたのですが、未だになかなか克服できない大きな壁に感じています。でもそんな風に落ち込んだ時、いつも救われるのがコメントで、こだわりを捨てきれず時間がかかってしまった動画のそのこだわりに気づいてくれる方がいたり、投稿の間がすごく空いても待ってましたと毎回コメントをくれる人もいて、落ち込んでいる場合じゃないなと、見てくださっている方々のおかげでまたこの1年 YouTube 投稿を継続することができました。本当にいつもありがとうございます。今年は大きな変化がたくさんあった年でもあって、まずペット可の物件に引っ越したこと、そしてパンと家族になれたこと、あとは紙の書籍購入を解禁したことで、読書時間と本屋に行く回数が例年の4倍ぐらいに増えたかなと思います。
もともと好きだったことを取り戻した感覚で、とっても幸せな1年でした。皆さんの今年あった出来事や来年の抱負などコメントで教えてもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。また次回の動画でお会いしましょう。